はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。前回に引き続きまして、今日も手のおデッサン、もうそろそろこれで最終回としたいと思うんですけれども、仕上げていきたいと思います。前回の、この今のこの状態ですね、こう見比べてみますと、結構ね形の狂いというか形が怪しいなっていうところとかなんか変だなっていうところがあります。例えばですね、全体をパッと見渡した時にこの辺りもうちょっと大きく明るいパート、日向の部分ですね、明るいところがちょっと調子つきすぎてるかな。あと親指も光の当たってるところ、日向の部分パートがちょっと活気すぎてというかね、暗くなりすぎてるかな。あと形の上では、例えばこの親指の付け根の骨ありますよね。で人差し指のこの付け根の骨、この辺とこの手首の関節結んだこの三角形がちょっとね詰まってるというかね、ちょっと寸詰まりになってるような感じがする。あとこの親指の付け根、手の内側、この何て言うんでしょうね、ほっぺたみたいなところですけど、ここの形状が少しこうやっぱりここも詰まってるせいで、形の歪みがね少し気になるかなっていうところです。で気になるのでここら辺はね直していきたいと思います。はい、前置きはその辺にして、実際にね形の狂いとか、直しながら、暗くしすぎたところ明るくしながら、進めていこうと思います。とりあえずね基準になるこの親指の付け根の部分、この関節のあたり、ここはねなるべく動かさないようにというか、ここは基準にして、進めていきたいんですけれども、ちょっと明るくしておきましょう。例えばこんな感じでね少し明るくしておいて、こんな見え方ですかね。右サイドが、右斜め上から光が当たっているので、こんな感じで少し明るく見えていると。あと右奥ちらっと見えてるこのね薬指の爪の先もちょっとコントラスト強いので押さえておきましょう。少しね指でこすったりして、目立たないように引っ込めてあげます。こんな感じで。じゃあここからねスタートしたいと思います。まず一番気になるのはこの手前のこのラインですね。親指の付け根の部分、このほっぺたってさっき言いましたけれども、ここのラインがどうもなんか気に入らないというか不思議な形をしているので、ここから見直していきましょう。こんな感じかな。こんな感じかな。はい、手の、骨の部分から手の甲へかけて、影が滑らかにつながっていく。でここの部分ですね、この手首との接点というか、手首にここから手から手首に変わりますよ、移り変わりますよっていうあたりまでもう少し長くねスペースを取ってみましょう。このあたりまでスペースを取って、この関節の部分がもうちょっと下に来るといいのかな。少しね位置をずらしていこうと思います。で、何度も言ってますけれども、先に上書きをしていきます。形を直す時にどうしても消したくなる気持ちをこう抑えてですね、どんどん上書きをしていきます。先にこんな感じで少し伸ばしていってみましょう。この時ね見方なんですけれども、できるだけ目を細くしてね、ある意味こうやぶにらみというか、目が閉じる寸前みたいな、そういったこう目の細くしてみるっていうのが特にね有効です。役に立ちます。そうだ、言い忘れてましたけれども、今使ってるのはステッドラーの 2B ですね。2B の鉛筆を寝かせて腹の部分を使って、光が当たってる側なんですけれども、手のひらから内側にかけてのこのちょっと明るく見えてるところですね、ここを描いていきます。一個一個のシワはあまり追求せずに、ちょっと細かいシワがいっぱい並んでるようなですね、ちょっと皮膚がたるんでる感じ、ぷよぷよした感じ、手のひらのこうほっぺたの部分というかね、その感じが
出るように柔らかく鉛筆を使っていきます。この質感表現に関してなんですが、まずね一番大事なのは感じ取ることです。どうすればいいんですかって聞かれるんですけど、まずどうするか以前に柔らかさを作者が感じ取ってないとその質感は出ません。まずはよく見てよく感じ取る努力をしていきましょう。逆に言えばその質感がちゃんと感じ取れればあとは技術結構ついてくるものなので、まずはよく感じ取るっていうかね、その自分のセンサーを感じ取れる状態にしていくっていうのが肝心かなと思います。やっぱりこうねその日によってコンディションも人それぞれ違うと思うんですけれども、気分が乗らないとかね、なんかこう他のことで気を取られてなんていう時にはやっぱりこう感じ取るセンサー鈍くなってたりするのでもううまくいかないことが多いです。なので絵を描く時はなるべくね気持ちの上でもこうニュートラルな状態っていうか物事を感じ取れる状態っていうのを心がけるようにしたいものだと思います。なかなか難しいんですけれどもね、理想を言えばそういうセンサーがちゃんと働けるように、ニュートラルな状態というかね、持っていけるようにしたいところです。はい、ちょっと伸ばしてみました。どうでしょう。手のひらの部分、ここ形状がねすごく複雑、この辺ですね複雑なんですけれども、手のひら少し明るくなってこの辺りから手首に移り変わっていく。少しね練りゴムとかで押さえながら形を追っかけていきます。この辺りから、手首のこの筋の部分ですねにちょっとつながってくるかな、こんな感じでねここの部分の筋ですね、線がシワの部分がこの辺にやってくるかな。あまりこうね手に限らないんですけれども上手に仕上げようって思いすぎない方がうまくいく場合もあります。単純にその見たことというかね見えたことっていうか目の前にある現象に正直にこう反射していくっていうのをことに集中していくと結果としてね無駄な線引かなくなってくるので自然な描写につながるんですけれども、うまく描いてやろうってこう気負いすぎると意外にねうまくいかないっていうか距離感出そうと思いすぎて距離感がなんかわざとらしくなったりとかねいうこともよくありますので、あまりこうどうしてやろうっていうどうしたらこううまく見せられるかみたいなのはねあんまり気にしすぎないっていうのも一つの方法というか考え方かなと思います。はい、ちょっと手首にかけて、親指の付け根の関節から手首にかけてちょっと描写してみました。こんな感じでどうですかね。でね こっちの下側をこう形状を変えてみると意外にこう逆のね今度は上側というか手の甲の側ですね、手の甲の側がまた形のなんか狂いがこう目立ち始めたりするんですよね。なので一箇所いじったらそれによってこう影響を受けてね他も違う見え方してくるのであんまりこう一箇所に集中しすぎずというか周りを全体を見渡しながらですね一箇所変わると他もバランスが変わってくるっていうね、こっち側ですね手の甲側こちら側も、形をねちょっと見直してみましょう。どうですかね。この辺りから手の甲が手首に移り変わっていく。もうちょっと細いかな。少しね厚みを持たせすぎた感じがしますね。もう少し削ってみます。例えばこんな感じでねざっくりバサバサっと、ね、削ってみます。はい、こんな感じで、まずここに、
人差し指の付け根の骨に触れられるところ、関節があります。でそこから手の甲にかけては、ある意味反射光というか後ろからの光が入っているので、そんなに強く見えてない感じなんですよね。少しガーゼで周りに撫でてみましょう。ぼかしてみました。でエッジがぼやけるので練りゴムで形を整えていきます。白い絵の具で描いていくような感覚ですね。描くっていうのは別に鉛筆で描くだけが描くっていう行為じゃなくて、この練りゴムで描くっていうかね、消し具で描いていくっていう場合もよくあります。木炭デッサンなんかの場合だとね、食パンを使って描いていくっていうかね、そういった時もあると思います。少し削ってみました。こんな感じでどうですかね。はい、ちょっと手首の形がねなんか嘘っぽくなってきたので、ここもう一回見直してみます。どっち側に曲がってるのかね、なんかはっきりしなくなりましたね。こんな感じで。この辺りが一番暗いかな。はい、例えばこんな感じで、紙、終わり方なんですけれども、紙から外れるというか、手首の終わるあたりはうまく周りにねなじませるというか、ぼかす感じで仕上げていこうと思います。今回は、画面の端まできっちり描かずにですね、なんとなくこの辺までで手首が終わるっていう、少し立ち毛になる感じで、今回は際の処理をしていこうかなと思います。はい、どうでしょう。ちょっと形がねかっちりしてきたかな。で、指の方を仕上げていきましょう。光の当たってる側、これだとね少し暗すぎるので練りゴムで描いていきます。明るいところを白い絵の具で描いていく感覚ですね。シワの向きというか面の向きに沿って練りゴムの先を使ってよく尖らしてですね、先端を使って描いていきます。消すというよりも白で描いていく感覚です。どうでしょう。ちょっとコントラスト強くなったかな。こんな感じで、はい、で各部仕上げていきたいと思います。この辺りはですね、あまり筋が強く見えないように手前にやっぱりコントラスト強くしたいので、奥側に見えている形状はちょっと省略してシルエットで見せていきたいな。例えばこの中指の濃淡とかも若干省略気味で、こんな感じですね。人差し指の内側はやっぱりもう少し丸みをしっかり持たせたい。鉛筆の先を使って描写したいところ、ハッチングを対応して、であんまり暗くならないように、クロスハッチングですね。クロスハッチングを無数に重ねていくんですが、黒くなりすぎる、濃くなりすぎるようなところは鉛筆を持ち替えます。今 2B 使ってますけれども、そういったところは HB とか H に持ち替えて、同じ作業をしても片鉛筆を使うとそこまで調子が強く出ないというか濃くならないので、こういう風なハッチングを重ねていっても真っ黒い汚れっぽい感じにはならないと思います。はい、先を使ってどんどん描写していきます。肌色っていうのはね結構ね白黒に直しても濃い色ですので、こんな感じですね。結構しっかりとタッチをハッチングを重ねていって形状をボリューム感を出していきます。タッチの向きも一方向だけじゃなくてあっち向いたりこっち向いたりしながら、自分の目の位置からですね見える角度に応じて向きを変えながら、いろんな向きでタッチを入れながら描いていきます。描きすぎたところは練りゴムで、白い絵の具で描き起こしていくような感じ。例えばこの辺ですね、人差し指の腹の部分内側とか、
この辺りどうでしょう。こんな感じで場所によって明るく描き起こしていく。はい、シワに沿ったタッチ常に心がけていきましょう。ただ線があまり強くなりすぎないように線を束にしてですね、面で描いていく、面で描き進めていく。あと例えば今手のこのひらの内側描いてますけれども、指の影が内側の手のひらにこう落ちて、他よりも少し暗く見えてるようなところはその影の形をね正直に描いてやる方がリアリティが出てきていいと思います。指に落ちている手のひらに落ちている影ですね、陰影の A の部分、その部分は正直に描いてってやる。あと爪ですね。爪はね比較的こう肌とは質感が違うので、ちょっとこう光ってるというか光沢感があったりツヤ感があったりする。でただね肌色に近いんですよね。色はすごくこう肌色に近いので爪だけが真っ白く残ったりしないように、意識はするんですけれども、固有色としては結構肌に近いっていうこと、質感が違うので、鉛筆も少し固めのやつに持ち替えて描いてみるといいかと思います。爪の形はね人によって本当にこう形状が千差万別ですので、自分の指の爪の形ね、丁寧に追っかけてください。ただたまたまねこう人によってはなんか指が短いとか長いとかこう絵にしにくいってこう思ってる、そういった手を思い込んでるね自分の手の形がちょっと絵にしにくいなと思ってる人いると思うんですけれども、そこら辺はねそんなにこう正直に描きすぎなくても一般的な、手の形状、ちょっと指長くしてみるとか、太すぎて気に入らない、絵的にうまくいかないようでしたら少しね指の太さ細くしてみるとか絵にとって必要なデフォルメはねしてあげた方がいいと思います。正直に描くことよりも手らしさがねうまく表現できることの方が重要になると思うので、そこいら辺はね臨機応変にというかいい形の手をね追求していってください。はい、ここの部分結構重要なんでねよく見ていきましょう。親指よりもその向こうの世界、例えばここで言うと、薬指とか手のひらとか、向こう側中側ですねの方がこうシルエット的に、暗く見えているので親指手前の親指よりも調子を落として描いていきます。こんな感じですね。でそろそろこの小指の形状も決めたいですね。薬指は大体こんな感じでいいと思うんですけれども、ここもそうですね。親指よりも薬指の方が暗い。ただ黒色が強く濃くならないように気をつけましょう。どう言ったらいいかな、鈍い黒というか発色のいい黒をここに入れちゃうと手前の親指よりも前に飛び出てきちゃいます。ですね鈍い、例えばこう押さえたり指でこすったりガーゼとか達筆でこすったりした、画用紙に対してなんかちょっとこう鉛色っぽいグレーってことですね。鉛筆を立てて描く発色のいい黒色ではなくて少しこう鈍い感じのそういったグレー、暗い色を奥側に持ってきています。わかりますかね。親指に対してちょっと鈍い感じ意識して潰しています。紙の目を潰しています。こんな風にね、手前にピント合わせてみた時に奥側の見え方っていうのは少しね鈍く、白黒でいうとコントラストが弱く見えているところが多いと思います。なのでそこのね指の明暗だけを見てると白黒はっきりして見えるんですけれども、他と手前の爪のねこの親指の爪の先と見比べてみると意外にねグレーっていうか
明るすぎないというか暗すぎないというかね、そこまで差がない、手前にピント合わせて奥の指をこううっすらと目を開けてみた時にはそこまで差がなく見えてることが多いと思います。これ目の使い方なんですけれども、手前に焦点ピント合わせて奥を眺めるっていうかね、そんな風にどうしてもこう人間って見た瞬間にそこにピント合わせちゃうんですが、なるべくそのね他を見ながら横目で確かめるっていうかね、ぼんやりと奥側の指を確認する、そんなね目を細めてみる技術をね意識してみると普段のデッサンでもなんか役に立つことがあると思います。わかりますかね。ちょっとこんな風にちょっとシルエット的にね処理してみました。奥側の小指薬指、中指もまあそんな感じですけれども、あまりこう描写しすぎないでですね、逆に手前にある親指のエッジ先端は少しシャープに鉛筆の先を使って鮮やかな黒色を使ってですね、手前にあるこの存在感というか手前に出てくる感じをねちょっと強調するくらいに、この手の甲のシワとかね、中にはこう毛を描く人もいますけどね、指毛をしっかりとこう描いてみたりとか毛穴を描いてみたりとか、そんな風にしてね手前にあるリアリティを出したりするといいかと思います。はい、だいぶ喋りながら書き進めてきましたけれども、例えばこんな感じでどうでしょうか。少しこの辺もね毛穴というか、手の甲の質感ちょっとかけておきます。エッジがね、エッジって形のフォルムの端ですねが単調にならないように、こう均一になりすぎないようにちゃんと見て形を描いていきましょう。見ないでどうしてもね線を引いてると嘘っぽくなっちゃうんですよね。途中までは見てたかもしれないけれども、その先の線見ないできっとこんな風につながってるんだろうみたいなね、想像で先の線を描いちゃったりしてるとどんどん絵が嘘っぽくなっていきますので、正直にね見えたものを正直に描いていくようにしましょう。はい、じゃあどうですかね。こんなところで、ちょっとここ見えにくいかな。人差し指の付け根の部分、ここ決めて完成にしたいかな。はい、この部分ですね、人差し指のこの部分を決めて完成にしたいと思います。後ろにある中指がちょっと暗く見えてるかな、場所によるんですけれども、そうですね、人差し指よりも中指の方がちょっとだけ暗いかな。ここねどっちが明るいか暗いかいつも言っていますけれども、それをしっかり書いてあげないと距離感出ませんので、お互いにね比べて、ここの場合は後ろの中指の方が少し暗いのでトーンを落としてあげます。こんな感じですね。ただあんまり発色よくならないように、発色よくっていうのは鉛筆の先立てすぎないように書いた後で、ちょっとガーゼ擦筆でね押さえてあげます。はい、どうでしょう。こんな感じでね今日のところは終わりにしようと思います。結構ね長く時間かけてしまいましたけれども3回かな。はい、手を描く参考にしていただければと思います。はい、以上で今日はこの辺で終わります。それではまた。